遠い昔、海の中で進化を続けていた動物は身を守るために骨を作りました。海の中の豊かなミネラルが命を支えていました。動物が海から陸へと移り住む途中で、骨は体を支え、動くのに便利なように体の中に作られるようになりました。そして体液が環境の変化に左右されないように、骨はミネラルを調整する役割も果たすようになったのです。骨はホルモンの助けを受けて繰り返し作り変えられ、いつも新鮮な状態を保って命を支えています。骨はコラーゲンからなる基質にカルシウムとリンの結晶が沈着してできた硬い組織です。骨を輪切りにしてみると、硬くて緻密な骨のところに重なった丸い輪がたくさん見えます。この石灰化した輪の一つ一つにはたくさんの骨細胞が埋まっています。それぞれの骨細胞は輪の中心に向かって細長い突起を何本も伸ばし、血管から栄養や酸素を受け取っています。光を変えてみると黒と白の縞模様が見えてきます。この縞模様は骨の基質の並び方が場所によって違うために見えるもので、骨の中の層状の構造をよく表しています。今度は骨を縦に切ってみます。骨の内側は骨髄と呼ばれる組織で満たされていて、そこにはたくさんの血管があります。この血管は骨の中の隅々にまで入り込んで、骨に蓄えられているカルシウムを運び出したり、骨の中で働いている細胞に酸素や栄養を送ったりしています。古い骨を壊して新しく骨を作る時にも、この血管はなくてはならないものなのです。骨に血管が作られていく様子を観察してみます。黒く見える細胞や白く光って見える白血球、リンパ球が血管の周りの組織で盛んに動き回っています。細胞たちは骨に酸素や栄養を送るための新しい血管を作り出そうと忙しく働いています。観察を始めて18時間、画面の左下で血管の一部から顔を出した細胞が上に伸びてきました。細胞が細い管を作り、その中に血液の細胞が押し出されるように太い血管から出ていきます。細胞は細い管の間を縫って上へと向かっています。骨に向かって新しい血管が作られました。骨はこの血管を流れる血液から酸素や栄養を受け取って生きています。また一方では骨に蓄えられているカルシウムが細胞たちの作ったこの血管を流れてカルシウムを必要としている細胞に届けられていくのです。細胞がさまざまな機能を発揮するためには、カルシウムはなくてはならない物質の一つです。細胞の分裂。この現象はカルシウムが細胞の中に流れ込むことによって引き起こされます。同じように神経の興奮や筋肉の収縮もカルシウムによって引き起こされています。拍動する心筋細胞、
この細胞の収縮運動はカルシウムが供給される限り途絶えることがありません。しかし細胞の外のカルシウムが少なくなると収縮のリズムが遅く不規則になってついには止まってしまいます。細胞の機能が正常に働くためには体液のカルシウムの量は一定に保たれていなければならないのです。骨を輪切りにして骨が作り変えられていく様子を観察します。骨の中にいる細胞が黒く見えている骨をどんどん壊していきます。骨は体を支えているばかりではなく、体液の状態を一定に保つためのカルシウムの貯蔵庫としての役割も持っています。体液のカルシウムの量が少なくなると、カルシウムが骨から溶け出して血液に入り、バランスが保たれるようになります。16時間が過ぎました。黒く見える骨の部分が内側から壊されて細くなってきました。カルシウムの貯蔵庫であるこの骨はいつも作られてはまた壊されています。骨は作られる量と壊される量のバランスを保ちながら新しく変わり続けているのです。観察を始めてから28時間、骨はかすかに輪郭をとどめるほどに壊されてしまいました。骨は壊されてもまた新しく作られてきます。前に壊された骨の後に1ヶ月後新しい骨が作られてカルシウムを蓄えています。このように細胞は骨の形を失わずに骨を新しく作り変えてしまったのです。新しく作られた骨の周りで破骨細胞や骨芽細胞が忙しく働いています。作られては壊され、また作られる。このような骨の営みはビタミン D やその他のホルモンによって巧妙にコントロールされています。ここで形成や吸収を繰り返している骨にホルモンがどんな形で働きかけているのか見てみることにしましょう。ビタミン D を加えて骨髄の細胞を観察します。矢印で示した細胞に注目してみましょう。細胞が上の方へ移動していきます。上下に並んだ2つの細胞が融合します。この細胞はまた近くの細胞と融合し合って多角の巨大な細胞に成長していきます。
細胞が膜を広げながら骨に近づいてきました。細胞が融合する様子を拡大して見てみます。たくさんの核を持った細胞がさらに大きな細胞に飲み込まれるように融合していきます。ビタミン D で刺激された細胞の興奮はなかなか収まらないようです。さらに観察を続けます。多角の巨大な細胞が骨を溶かしています。融合して大きくなったこの細胞は破骨細胞となったのです。画面を拡大して観察します。骨の基質が細胞の中の液胞に取り込まれて消化されています。骨は随分と溶けました。細胞は骨を溶かすために活発に活動しています。破骨細胞によって吸収された骨の成分が細胞の外へ放出されていきます。別の破骨細胞を観察してみましょう。破骨細胞は骨と接している部分に酸性度の強い環境を作ってカルシウムを溶かし出したりコラーゲンなどの基質を分解すると考えられています。画面の左下でマクロファージが破骨細胞に接触しています。よく見るとマクロファージは破骨細胞から小さな液胞を受け取っているようにも見えます。マクロファージは破骨細胞の働きを助けているのか、それとも別な形で骨の吸収に関わっているのでしょうか。活発な破骨細胞の働きで骨はどんどん吸収されていきます。培地にカルチトニンを加えてみました。矢印で示した細胞の膜運動に注目してみましょう。破骨細胞の膜運動が停止しました。
骨の吸収も止まってしまったようです。破骨細胞の近くにある単核の細胞の動きには特別な変化は見られません。このように体の中には破骨細胞を作り出して骨の吸収を活発にさせるホルモンがあり、また破骨細胞の活動を抑えるホルモンもあります。必要に応じてこれらのホルモンが相互に細胞を刺激し、バランスの取れた骨の代謝が営まれているのです。骨の吸収を活発にさせたビタミン D はまた骨芽細胞も刺激して骨の形成を促します。分裂を繰り返していた未分化の細胞は骨芽細胞に変化するとコラーゲンなどのタンパク質を盛んに分泌するようになります。骨芽細胞の分泌したコラーゲンや有機物が太い束に成長して見えるようになってきました。骨芽細胞はやがて自らの分泌した骨の基質の中に埋まって骨細胞に変わっていきます。骨の基質は太くしっかりと作られました。ここにカルシウムとリンが沈着して骨が出来上がるのです。石灰化した骨の中に成熟した骨細胞が埋まってたくさんの細長い突起を伸ばしています。これは正常な骨の切片です。骨はビタミン D が不足すると基質の石灰化が不完全になって薄くて脆くなってしまうのです。骨を作り変えるのに忙しい細胞たち。生きている限り細胞の営みは休むことがありません。生物の長い歴史の中で骨は複雑な働きを持つようになってきました。細胞たちが築き上げた骨は与えられた役割を果たして命を支えてきました。細胞たちが消えていきました。骨は遥かな時の流れの中に生きた証を残しています。